人間関係がもつれている時っていうのは、その人の姿だけを見て、でまたまっさらな自分だけを見てもらった状態で話が進んでるんじゃなくて、お互いがお互いに親の投影をし合うことによって話がこじれている場合がすごく多いです。すごく多いです。でこれは身近なところでいくと、やっぱりこんにちは。心理療法、それから音楽療法家の浜翔こと橋本翔太です。今日は投影のお話なんですが、投影の中でも両親、父親とか母親の投影の問題についてお話しします。投影についてはね、何本か動画を撮ってきましたけれども、この父親の投影をしてしまう、母親の投影をしてしまうというのが心理セッションの中ではすごく重要になってくるポイントで、人間関係の問題っていうのはね、大体この両親の投影から起きてくると言っても過言ではないくらい、そのくらい皆さんの人間関係にすごく影響しています。投影については過去の動画をぜひご覧いただきたいんですけども、ここで簡単に復習ね。投影というのは心の防衛機能です。自分自身の心を守るための人間の心理のメカニズムです。どういうことかっていうと、人間っていうのは自分の中でね、こう感じたくない感覚とか感情っていうのをね、抑圧してるんですよ。で、抑圧して普段は感じないようにしてるんです。で、感じたくないの、自分も。ところが、自分以外の誰かで、その抑圧しているものを刺激してくる人がいると、この自分自身の抑圧しているものを感じたくないので、自分自身がその人に反応して、その人を攻撃してみたり、その人を恐れてみたりっていう風に外側に反応してしまう。で、実は外側に反応することで自分の中を見なくていい。つまり自分の中に意識を向けずに外側に意識を向けることによって自分自身を守っているっていうのが投影です。ちょっとわかんないなって方は他の動画見てくださいね。で、今日お話ししたいのは、その中でも両親の投影をしてしまうと人間関係がすごく難しくなっていくよ。しかもあなたは本当の相手を見ないことになるので、お互いにとって不幸なことになるよっていうお話をしていきたいと思います。まあ大なり小なりね、親子関係において、子供の頃の親子関係において、本当はお父さんに言いたかったこと、本当はお母さんに言いたかったこと、本当はしてほしかったこととか、本当はお父さんに対して怒りを抱えたとか、本当はお母さんに対してすごいわだかまりがあって許せなかったとか、本当はこうしてほしかった、僕を見てほしかったとか、大切にしてほしかったとかってね、子供って大なり小なり親への思いってあるんですよ。ところが子供なので、毎回それをぶつけたらもちろん怒られるしね。で、毎回そんなこと言ってたら、その家に居場所がなくなっちゃうから、子供ってやっぱそこで飲み込むことを覚えて、で自分の深いところにその感情をしまってしまうんです。ただ、しまってしまったらそれがなくなったことになるかって、そんなことはなくて、大人になってもずっとこの下のところにあるんですよ、その感情がね。で、その感情がうーっとこうね、湧き上がってきてしまう時があります。それがどういう時かっていうと、自分以外の誰かで両親を思い出させるような、単純に見た目とか当時の両親の年齢だったりとか、あるいは性格とか喋り方みたいな風に自分の親を連想させる。でしかもこれは自分の健在意識では気づいてないことが多いです。つまり自分が親を連想してるなんてことはみじんも思わないんだけれども、無意識の場所で親を連想させた時に投影が起きちゃうんです。どういうことかっていうと、例えばこれね、上司とかに起こりやすいんですよ。で、一般的にはお父さんはやっぱり男性に、お母さんは女性に対して投影が起こりやすいですが、あくまでも起こりやすいっていうだけで、性別はあんまり関係ないです。とにかくその自分の無意識の場所で、そのね、相手が自分の親であるっていうね、投影を起こしてしまうと何が起きるかっていうと、
子供の頃に未感情だった感情や感覚、あるいは親に対する怒りや恨みやわだかまりとか、本当は親に言いたかったことっていうのをですね、親に言えなかったので、この目の前の投影を起こしてしまった相手に対して言ってしまったり攻撃してしまったり、あるいはその憎しみの感情が湧いてきたりってことが起こるんですよ。例えば上司が攻撃的な上司だとします。で、その攻撃的な上司と子供の頃から暴力を振るって自分を押さえつけてきたお父さんが被って投影を起こす。つまりこの上司の中にお父さんを無意識に見出してしまうってことが起こるんです。起こる時があります。例えばそういう環境だとね、だからこの攻撃的な上司と当時の攻撃的なお父さん、つまり目上の存在、逆らえない存在に、攻撃を受けるっていうこの感覚が、自分が子供の頃にお父さんに攻撃をされてた時と似てるなっていうふうに無意識で思った時に、その目の前にいる上司の中にお父さんを見出して、まるでお父さんが目の前にいるように自分が反応してしまうってことが起こるんですよ。これが例えば上司にお父さんを投影してしまうっていう状態なんです。ですからこの上司がものすごく怖くなるとかね、子供の頃に父親に暴力振るわされたその感覚が蘇ってきてて、本人は気づいてないことが多いんです。でもその感覚が蘇ってきててすごく怖くて、その上司見るだけでなんかもう過呼吸になっちゃうくらい追い詰められてるとか、あるいはその上司のやることなすこと全部許せないっていう感覚が湧いてくる。それもひょっとしたら当時のそのお父さんで、そのお父さんっていうのはできない人だった。でいつもイライラして、このできないお父さんのせいでお母さんもなんかうまくいかないし、家の家計状態が困っててね、なんでうちのお父さんっていつもこうなんだろうって思ってた。でも子供だからそんなことお父さんに言えるわけない。でもずっとお父さんを責めたい気持ちを持ってたなんて場合に、目の前にダメ上司が現れるとですね、そこにダメだったお父さんを見出して、その上司に対してとてつもない怒りが湧いてきたりするんです。例えばこの上司が仕事を失敗した。でその仕事は他部署のことであって自分の仕事とは関係ないんだけど、その上司のおどおどした姿を見てるとなんだか殺したくなるくらいこの上司がムカついてくるとかってある。そういう感覚を持つ方っているんですよ。何が起きてるかっていうと、現実面では実害を受けてないんです、この上司から。で別に自分に仕事が回ってきてるわけでもないのに、このおどおどした上司を見ると殺したくなるほどムカついてくるっていうのは、その方がその上司の中にその父親、だらしがなかった父親への怒りを感じて投影が起きてるんです。だからこの上司の現実を見てないんですよね。自分の中のある意味妄想なんですけど、投影が起きてるっていうのは自分の中で勝手にその当時お父さんにぶつけたかった思いが未完了のままずっとここに溜まってて、それが目の前に現れてお父さんを見出した時に、例えばダメなお父さんにイライラしてた人はその上司に対してダメなお父さんを見出すから攻撃したくなるし、あるいはお父さんにいつも殴られて怖い思いをしてきたことは威圧的な人がね目の前に現れると、その威圧的なお父さんを思い出して攻撃されて怖かった恐怖感覚が蘇ってきてしまって、もうその人を見るだけで目も合わせられないしガクガク震えてしまうなんていうことが起きたりとかね。今お父さんの話してますけど、これはもちろんお母さんもそうで、例えば子供の頃からお母さんがいつも私の話を聞いてくれない、私に寄り添ってくれない、私のことを考えてくれない、自分のことばっかり喋って、で私はいつも聞き役にならなきゃいけなかった。お母さんの話を聞かないとお母さんが不機嫌になっちゃうから、そうすると家に居づらくなっちゃうから我慢してお母さんの話を聞くしかなかった。でも本当は私も学校で悲しいことがあったし、いじめられてるんだけどもそれをお母さんに言えないし、言ったところでなんかお母さんはちゃんと聞いてくれなかった。あんたも大変なのね。でもさ、聞いてよ、私も大変なのよ。もうお父さんがさ、なんていう風にいつもお母さんの愚痴を飲み込むしかなかったなんていう人は、そんな風に例えば自分のことばっかり喋るような女性がね目の前に現れると、これもね投影が自動的に起こってしまって、つまりその人が何をしてきたかっていうと、そうやって分かってもらえなかった、分かってほしかったっていうこの悔しい気持ちをここに抱えてるわけです。ずっと
でその悔しい気持ちは本当はお母さんにぶつけたかったんだけれども、それができなかった。でその時に目の前になんだか自分のことばっかり喋ってる人が現れたとか、あるいはいつもこの人って私の話を理解してくれないな、一方的に何か言うばっかりで、例えば女上司だとしてね、あるいは同僚でもいいですよ、いつもなんか私の話は聞いてくれなくて自分のことばっかり言ってなんか自分は絶対謝んないよねとかっていうような人がいるとします。で子供の頃に実際その子がお母さんの話をいつも聞いて、でお母さんが悪いこともあるんだけど、うちのお母さんって謝らない、謝ってもらったことがないなんていう感覚を持ってる人は、そういう女性が現れた時にその人の中にお母さんを見出すんですよ。だから現実起きてることはただ単によく喋る同僚がいるだけなのに、その中にお母さんを見出して、その同僚が喋り続けるのがものすごくイライラするとか許せないとかっていう感覚が湧いてきて、その同僚が大嫌い、もう本当にこの人と一緒に時間を過ごしたくないっていうくらいの拒否反応を示すとかなんていうのも投影が起きてるんです。あるいはそのこちらの意見を分かってくれないって人に対してすごく食いついてしまうとかね、なんで分からないんですかって一生懸命説明するんだけど、相手も頑くなにそれを聞かない人っていますよね。絶対謝んない人とか、そういう人が目の前に来るともう本当に殺してやろうかって思うくらいの怒りが湧いてくるとか、あるいは逆にそういう人を目の前にすると自分の意見を一切言えなくなってしまうとか、そういう一連の反応っていうのが実はこの目の前のまだ A さんとしましょう、 A さんっていう人間に対してその人だけに対して反応しているのではなくて、自分の中にある抑圧していたお父さんやお母さんへの感情まで湧いてきていて、それも一緒に今 A さんに向けて出てきてしまってるってことが起きてるんですよ。これが投影の問題で問題なのは本人っていうのは投影を起こすくらいですから、つまり心の防衛機能として投影が起きるわけですから、この湧いてきてるものが親から来てるものだなんて気づかないんですね。どう考えてもこの A さんが悪いとか、どう考えてもこの A さんが原因だって思うんですよ。ただ一切のねその投影とかをなしにした状態で冷静に見てみると、そんなにこの A さんってあなたにして何かしたとか、そんなにこの上司ってあなたに対して何かしたのっていうことを冷静に見てみると、そんなにしてなかったりするんですよ。つまりこの自分自身が、あなた自身が勝手に相手に対してものすごく反応してしまってるなんていう場合には、もうねすごく投影の可能性が高いです。で、多くの人間関係がこのね投影をし合うことで起きてます。こっちはこっちでお母さんを投影してすごいムカつくって思ってるし、でこっちはこっちでお父さんを投影していてこっちのことをすごく怖がってる。だからその件がなんか上の方に行ってしまって自分が責められるとかね、例えばだけどね、だからそんな風に人間関係がもつれている時っていうのは、その人の姿だけを見て、でまたまっさらな自分だけを見てもらった状態で話が進んでるんじゃなくて、お互いがお互いに親の投影をし合うことによって話がこじれてる場合がすごく多いです。すごく多いです。でこれは身近なところでいくとやっぱり夫婦関係ですよね。奥さんから見て旦那さん、でも旦那さんに対して奥さんは父親の投影をしていたりとか、母親の投影をしていたりなんていう風に旦那さんそのものを見るんじゃなくて、旦那さんに対してその中に自分のお父さんやお母さんを見出すことによって話がややこしくなってるってことがすごくあります。でこれを紐解いていくのはね、やっぱり心理セッションで丁寧に見ていくことが大切で、自分ではねなかなか気づくことができないんですね。例えばなんですけども、自分のね好きなことをやっていると、自分の好きなことをね、例えば趣味のことをやっているとですね、旅行に行ったりとかお友達とご飯食べたりとか、趣味のことね、本を読んだりとか漫画を読んだりってことをしていると、ご主人に対してものすごく申し訳ない気持ちが湧いてくるっていう方っているんですよ。
で話を聞いてみると、自分で稼いだお金で自分でそれをやってるわけだから、ご主人に申し訳ないと思う必要ないんだけれども、でご主人自身もいいじゃん、そんなさストレス解消必要だよって、どんどんやりなよって言ってくれてるのに、好きなことをしてるとなんかものすごく旦那に対してね、申し訳ないって思っちゃうんですよって悩んでる方がいらっしゃった時があって、よくよく話を聞いてみるとですね、その彼女のお父さんがすごく子供の頃から苦労人で、我慢をして自分の好きなことを一切しないで家族のために自分を犠牲にして生きてきた人だったんですね。だから子供の頃からね、話を聞いてみると、子供の頃からやっぱり好きなことをしてるとですね、お父さんがいい雰囲気を出さないんですよ。つまりそのお父さん自身が自分自身を殺して好きなことをしないで生きてきてる人だから、子供ながらにね、言われなくてもそれを感じてるんですよね。だからお父さんごめんなさいって、私好きなことやってこんな趣味とかね、楽しいことやってごめんなさいっていう感覚がその肩の中にあるわけです。でもそれをお父さんに伝えたことなんてもちろんないし、伝えちゃいけないって分かってるし、でもそのお父さんの様子を見てると、その感覚が自分の中に入ってきて、それを飲み込んだわけです。でその感覚っていうのは自分の中にもあるので、ここにね。でそれが旦那さんを見た時に、その旦那さんはいいよって言ってくれるんだけど、自分が勝手にその旦那さんの中にその苦労人で自分の好きなことをしなかったお父さんを見出しているので、自分が好きなことをやってる時にそこで無意識にここの抑えてきた感情が湧いてきて、ご主人に対して申し訳ない、ごめんなさい、私好きなことやってごめんなさいっていう罪悪感が湧いてきている。ただご主人はいいよって言ってくれてる。なんでなんだろうって時に、これは実は投影が起きていて、ご主人の中にお父さんを見出していて、だからこの罪悪感、好きなことやってごめんなさい、私楽しんでいてごめんなさいっていうのは、実は旦那さんではなくてお父さん、自分のお父さんに対する気持ちだったなんてことがあるんです。これね、今こういう例出しましたけど、旦那さんの中にお父さんやお母さんを見出す、あるいは旦那さん、ご主人が奥さんの中にお母さんや旦那さんを見出すっていうのはすごくあります。近しい人ほどこれが起こりやすくなります。だから恋人なんかでもね、最初の4ヶ月ぐらいはすごくラブラブでいい感じで進んでたのが、ある時期からすごく、彼女がイライラして彼にぶつかるようになったとか、その逆でね、彼が突然彼女に対していろいろと暴言を吐くようになったなんていった場合には、そのお互いの行動に問題がある場合もありますけども、それ以外にこの彼女が彼の中にお父さんやお母さんを見出してね、それで攻撃をしていたりとか、不満が湧いてたりとか、あるいはその逆ね、彼女の中にこの彼氏がお母さんや、お父さんを見出して、子供の頃に未完了だった感情、感覚、本当は親にぶつけたかった思いを彼女にぶつけることによって、問題が発生するなんていうことが起きるんです。今日は分かりやすくシンプルに話してますけども、実際はね、もっと入り組んでて難しい部分ではあります。ただこういうことがあるんだよってことを皆さんに知っといてほしいんです。ですから特に人間関係では分かりやすいね、見分け方ね、特に分かりやすいなっていうのはですね、なんか私この人に対してイライラしちゃうわとか、なんか苦手なんだよなとかで、周りに聞いてみると、なんかさ A さんって嫌じゃないって思うと、いや別に A さん私好きってわけでもないけど別に問題ないけどな、なんていうふうに、特にA さんに対しての周りの評判が悪いわけでもないなんていう場合には、あなたの中に問題があります、間違いなく。で実際この A さんに何かされたわけでもないし、けれどもなんかこの A さんにすごく攻撃をされてる気持ちになってるとか、この A さん見てるだけでイライラするとか、なんかね、そういうふうに自分が直接何か実害を受けたり被害を受けたり攻撃をされたわけでもないのに、勝手に自分がこの A さんに反応してるっていう場合には、投影が起きてる可能性がものすごく高いです。これ見分け方の一つね。で
言い方を変えると、自分が投影をされて、勝手に自分が相手のお父さんやお母さんを投影されて攻撃されるなんて場合もあります。例えば私なんかも突然非難のコメントとか誹謗中傷のね、ツイートとかコメントとか来たりするんですけども、私あなたに何にもしてないよねって、しかも会ったこともないよねって、顔も知らないよねって、でしかも私が書いたことってそんな風に捉えるんですかみたいな、そんなこと私一言も言ってないし、しかもこれってあなたに向けて言ったことじゃないんだけどってことに対してものすごい反応して攻撃をされることってあるんですよ。でその場合も何が起きてるかっていうと、私の中にその相手はですね、私の中に自分のお父さんを見出してたりとか、あるいは例えばですけど、私こうやって教える立場にいるので、例えば小学校の頃にもう本当にいじめられた嫌な担任がいたりとかしますよね。でも担任の先生だから言えないし、親も聞いてくれないし、我慢するしかなかったなんて形で、担任への恨みつらみとか悲しかった気持ちがここに溜まってるとします。そうすると、例えば私がその、担任を投影されてしまうとですね、その方は私に対して文句を言ってるつもりなんだけども、当時の担任の先生に対する怒りや恨みや悲しかった気持ちがそこに乗っかってしまって、より攻撃的になって私の元に投げられるなんてことが起きるんですよ。だからその投影された方もたまったもんじゃないんですよね。だから投影する方も投影される方も、これはね、人間関係を本当に破壊してしまいます。で、何が悲しいかっていうと、投影を起こしてる、つまり勝手に相手の中に自分の親を見出してるってことは、本当の相手の姿を見てないんですよ。勝手に自分の中でこの人は攻撃的な人だとか、この人のこういうところが許せないとかって思ってるんだけど、実はそう感じてるのは自分の良心を相手の中に見出してるからだけであって、本当に 100% の A さんの姿に対して接してないんですよね。だからこれっていうのは A さんにとっても悲劇だし、あなた自身にとっても悲劇なんですよ。だって全くここにはいないお父さんとお母さんの話をここに自分で持ち出してきて、自分で勝手に反応してるから。でね、これはさっきも言いましたが、自分で気づくのはなかなか難しいんですが、でもこういうことが起きてるんだよってことを頭の中に入れておいてほしいなと思います。で、解決方法としてはね、その伝えられなかった感覚、感情っていうのを直接親にぶつけるんじゃなくて、直接ぶつけるんじゃなくて、自分で感じきることが大事なんです。自分で感じきることが大事。だからそれを A さんとか他人にぶつけるんじゃなくて、あるいは年老いた親に対してぶつけるんじゃなくて、自分の中で悲しかったね、悔しかったね、本当はこうだったよね、本当はお母さんに分かってほしかったよねとか、本当はお父さんに殴ってほしくなかったし、お父さんに対して僕は言いたい、それは許せないっていうふうに、自分の中で感情感覚を感じて処理していくっていうことが必要にはなってきます。これが解決方法にはなってきますね。で、こういうものは、心理セッションの中で行ったりとか、あるいは自分自身でね、感情感覚を感じていくっていう練習をすることによって、楽になっていく部分ではありますね。とにかく今日お話ししたかったのは、投影の中でも両親に対する投影とか、子供の頃の人間関係の中で、例えば先生とかおじいちゃんおばあちゃんとかっていうね、近しい人間関係の中で未完了の感情を皆さんが強く持っている場合に、大人になってから全然その両親とは関係ない、先生やおじいちゃんおばあちゃんとは関係ない人に対して投影を起こして皆さんの感情が湧き出てくるっていうことが実は頻繁にあります。はい、これは子どもの頃の感情感覚、親に対する感情感覚の処理ができてない人ほど、自分でその感情感覚を止めることをしている人ほどね、感じてしまったらそれは悲しいんですよ。とっても悲しいし怖いしね、感じることっていうのはね。で、それを止めている人ほどこの現象が、投影が起こりやすくなってくるということですね。はい、これを覚えておいてください。他のね、投影の動画もぜひご覧いただいたらと思います。今日は以上になります。いいねボタン、それから、チャンネル登録ね、お待ちしております。橋本翔太でした。